内がカオスになっております。これすごいね。手で持って帰ろうか。およそ7万円です。ついにアジアにやってきたディズニーアドベンチャー号。朝起きた瞬間から眠りにつくまでずっとディズニー。船内には海の上とは思えない7つのテーマエリア、吹き抜けが圧巻のイマジネーションガーデンにディズニークルーズ初のジェットコースターやアトラクションがあるマーベルランディング。ピクサーやディズニー映画の世界が目の前に現れるまさに動くテーマパーク。この動画ではシンガポール発3泊4日のクルーズの様子とともにディズニーアドベンチャー号の船内をたっぷり紹介します。ぜひチャンネル登録をしてご覧ください。グッドボタンやコメントもお願いします。アドベンチャー号はシンガポールマリーナベイクルーズセンターから出港。地下鉄マリーナサウスピア駅から徒歩でアクセスできます。クルーズセンターの前でキャリーケースなどの大きな手荷物を預けます。いつお部屋に届くかわからないので船内ですぐに必要なものは手持ちカバンに入れておきましょう。スタッフの方の案内で番号の前へ。ここで予約番号の確認があり荷物にタグをつけて預けます。その後オンラインチェックインの際に選択したポートアライバルタイムの時間ごとの列に並びます。もう行けるって。私たちの時間は12時15分。すでにターミナル内への案内でした。まだ11時55分なんやけど、12時15分の人はコンシェルジュの人と一緒のレーンで一旦建物内に行けました。はい。12時30分の人は一旦外でね、Qラインが出てきました。空港と同じように保安検査が実施されます。ビールなどアルコール飲料の持ち込みも制限されるので注意が必要です。保安検査まで終わり、この後乗船手続き、出国審査の流れで乗船していきます。いよいよ乗船です。思ったよりさ、乗船手続きがスムーズで。そうだね、12時15分からチェックインできるよっていう時間だったから、まあ15分20分ぐらいでそうやね。行けました。楽しみ。もうすでに3日間の晩ご飯と、あと1回だけ見れるショーのスケジュールはアプリ上に入ってました。船内 Wi-Fi がね、ある程度近づいたらつなげれるようになってるので。そうだね。いよいよ乗船です。来ました。すごい。こんな救命艇見たことないんだけど、めっちゃでかい。すごい。見て、この避難の方法もミニーちゃんがやってる。すごい。かわいい。かわいいね。ちなみに避難訓練は4時からのスケジュールになってました。はい。それでは船内へ。いよいよ。デッキ7から船内へ。ゲストサービスやホールではなくエレベーターホールで歓迎。ウェルカムコールやキャラクターたちによるお出迎えもありませんでした。船内には様々な絵が飾られています。私のお気に入りはこれ。船内散策をするのに地味に役に立ちます。船内での位置を表す用語として階層をデッキ、船首をフォワード、中央をミッド、船尾をアフトと呼ぶことを覚えておきましょう。エレベーターホールや階段付近のカーペットの色でも区別できます。船内地図のエレベーターの色と同じくフォワードは緑、アフトは青です。乗船してすぐにランチタイム。デッキ6のミッドエンチャッテッドサマーレストランオラフルームにやってきました。こちらはモーニングとランチはビュッフェスタイル、夜はローテーションダイニングにもなります。ここ乗せていいよ。ここ乗せていいよ。いい。
オッケー。よし行こさまざまな食材料理が並ぶビュッフェ、サラダやデザートも種類豊富でした。ブレックファーストランチのビュッフェスタイル時でもドリンクはサーバーさんが届けてくれます。とりあえず時間がないので、こちらはエンチャッテッドサマーレストランのう。オラフ。オラフルームです。今回ね、ちょっとこのレストラン当たらなかったので、一旦ここでご飯を食べたいと思います。当たらないっていうのは夜のローテーションに含まれてないそう、含まれだけであって他の時間は食べれます。急げ、急げ。この後1時15分から1回目の出航。はい。Thank you。この後1時15分からはい。 1回目の出航パーティーがありますので、それまでには1回目を見た方が多分空いてると思うんだよ。アナと雪の女王をモチーフにしたエンチャッテッドサマーレストランオラフルーム。世界のディズニーパークにはアナ雪のエリアがいくつかありますが、一つのダイニングだけでここまでの世界観を表現できるのはすごいです。まるでアレンデールにいるような気持ちになりました。だってここ船の中ですよ。エンチャッテッドサマーレストランもう一つのお部屋は塔の上のラプンツェルがモチーフのマキシマスルーム。落ち着いた趣のあるオラフルームとは異なり、ラプンツェルらしい明るい雰囲気のダイニング。レストランというよりはコロナ王国の広場でみんなで食事を囲んでいるような魅力的な空間です。船の外側に面したマキシマスルームは日が差し込む時間帯は特に美しく、また違った雰囲気となります。わー、外だ。すごい。あんなキレキレなのあんま見たことないもうお部屋の前に荷物が置かれてて、部屋入れるのかな。なんかカードキーついてるところも多いね。多いね。もうお荷物が到着してました。早い。そしてここにもうついてます。もう入れるってことですね。入れますね。こちらの中にカードキーが入っておりますのでオープンします。でででででん。じゃじゃーん。よいしょー。今回のお部屋はこちらです。中庭向きのベランダ付きのお部屋です。これすごいね。これ乗船前に注文して届けてもらう、持って帰れるものになります。記念品やね。そうだよ。一応ね、こうブランケットというかすごい上質な、めっちゃしっかりしてる。めっちゃしっかりしてる。これで寝れる。そう、これとこのクッションどこに入れるんですかこれ。持って帰ります。でちゃんとここにさ、初めのやつだよっていうのが書いてるね。そうシンガポールの背景とアドベンチャー号が載った。そうね、マリーナベイサンズからそうアドベンチャー号でこう代表するところ。すごいよ。すごいね。これを注文しました。そうベッドサイドに USB の本当だ、ポートポートがねがついてる。ついてるということで。一回流するよ。そしたら徐々につくの。いいですね。これがマックスです。で今回ね、ライオンキングがテーマのお部屋になりました。すごいよ、プライドロック。フロアカーペットのイラストもライオンキングだったので、この辺りもある程度はリンクしているのかもしれません。ここソファー見て、2人だと十分じゃない？十分。喧嘩したらそこで一人寝れるもんね。確かに。ここにカーテンあるし。ここにカーテンあるからね。シャーって。そうでこれベッドにもなるからね。あ、そうなの。そうベッドになるんだよ。はい、そしてソファーの前にはこちら大きなテレビがございます。
引き出しには朝食用ルームサービスのカード、ディズニークルーズラインのポストカードやレターセットが入っています。なんか一つ気になるものがあるね。これも追加させていただきました。これはセットじゃなくて、はい、これも課金して、別ですか？はい、そうです。さようでございますか？はい、はい。なのでこれもお持ち帰りいただきたいと思います。どこに入れて帰るのこれ？手で持って帰ろうか。これね、多分アドベンチャー号とかじゃないと思うんだよ。ディズニークルーズ共通？多分ね。で、私たちは今回初めてのディズニークルーズでございますので、はい、せっかくということでね、まずはこれです。これウィリーくんやん。そう、これね、このバッグ、これ可愛くない？めっちゃ可愛い。ボストンバッグで、この中にあるものが入ってます。じゃじゃーん。すげえ。ベッドに広げてみる？これさ、リビングのさところに引くのよくない？めっちゃいい。可愛すぎない？可愛い。いいでしょ？これが欲しかったのちゃんは。じゃじゃーん。これ知ってる？このゲーム知らない？これ見たことない？これ見たことない？可愛いでしょ？可愛い。こうやって遊ぶやつ。おお、入った。これってさ、こういう感じで並んで使うんやね。向かい合わせにして。そうそう、2つあったもんね。これです、はい、これが入ったセットを購入しました。続きまして、この部屋の醍醐味と言っていいでしょう。ベランダ紹介します。すごい人だ。すごい人。こんな素敵なお部屋で過ごせるなんて夢のようです。お部屋紹介です。はい。ではもうこちら。これは嬉しいですね。はい、T コーナーです。T コーナーも T コーナーだけでなんかシンガポール感がすごいよね。充実してる。充実してる。嬉しいですね。下はね、セーフティーボックスが引き出しと。引き出しごとがセーフティーボックスです。まあ基本クルーズのそうだね。ね、乗ってたら冷蔵庫使う機会そんなないと思う。冷たい。はい、下も引き出しかな。はい、これも収納できるようになってます。はい。やっぱりディズニークルーズといえばお洋服をねいっぱい着替えたりとかする方も多いと思いますので、こちら2段になってございます。これ嬉しいよね。でも上と下と、そうやね。コーデ組むのもさ、こう確かに合わせたりできるし、量も多くてもこれだったら2人ぐらいいけそうですね。で真ん中にはランドリーバッグが入ってます。まあランドリーサービスですね。使うのも見て、このロゴ。布？そう、布なの。すごっ。めっちゃ可愛くない？これ欲しいんだけど。そのグッズを売ってください。このグッズ欲しいよね。すごい。これに入れて、用紙に書いてね、お願いするという形で。一応ね、セルフは16階かな。そうだね。ランドリーコーナーもあるので、セルフで利用できるフェアリーテイルフレッシュランドリー。アイロンの設備もあり、洗剤柔軟剤もその場で購入できます。こちらの扉は洗面所となっております。どうぞ。すごい清潔感じゃない？めちゃめちゃ綺麗。めちゃめちゃ綺麗よ。タオルをよく見てみると、ディズニークルーズラインのロゴ、タグには蒸気船ウィリーのイラストがありました。どう？どう？めっちゃ広いね。あ、濡れた。広さも十分なシャワールームにはシャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュが備え付け、水圧も悪くなかったです。こちらの扉はお手洗いでございます。この斜めのね、ディズニークルーズラインっぽい。なんかこういう船ってこういうトイレ多いよね。多いね。どうですか、このお部屋。
3泊じゃもったいないと思います。もったいないよね。4泊にすればよかったね。4泊だったか、やっぱり。4泊じゃない。出港までの時間が迫る中、3泊4日の服や必要なものをお部屋にセット。キャリーケースはベッドの下に収納するとお部屋が広く使えます。ディズニークルーズラインでやりたいことの一つ、ドアデコレーション、略してドアデコ。テープなどは使えず、マグネットを使用してドアに貼り付けます。ドアのみならず、ドアのサイドや天井までもマグネットがつく仕様になっていました。Again here. Last cruise I have a lot. Also now I have a Decoration. no, because the last cruise there's a lot of decoration in here. Wow. Beautiful. Thank you. My first time cruise. First time First cruise. time Disney cruise. But how you know that they do like this here and we have the pixie dust? 完成しました。私たちのお部屋です。アドベンチャー号にはフィッシュエクステンダーがなく、ピクシーダスト用のポケットはマグネットフックに引っ掛けました。続いて船内散策と行きたいところですが、自分たちで作ったマップとスケジュール表で乗船中のスケジュールを計画。初ディズニークルーズと事前情報がほとんどない中模索中です。ちなみにお部屋の中も壁や天井にマグネットがつくので、カチューシャや小物をかけとくのに便利でした。お部屋も綺麗になりまして、これから船内を散策するんですが、はい。船が出港してから大人の方が行けないエリア、キッズ向けのエリアにまず行きたいと思います。クルーズといえば、出港前に必ず避難訓練があるそうです。多分このまま散策しに行ったら、出港の時間で避難訓練の時間になっちゃうので、はい。ちゃんと確認してから行きたいと思います。非常時の集合場所が書いてますが、私たちは E の3はい。になります。扉に書いてありますね。E の3はデッキ7のタウンスクエアにあたります。はい。なので16時までには、なるべく10分前には行きたいから、15時50分にはこのデッキ7タウンスクエアの E の3にはい。集まるということを頭に入れておきましょう。はい。Close up just for a little bit. Yes, we'll come. かわいい。They want a break. Yes, す good. ごいね。すごい、全世界のディズニーの場所が、お城があるね。船かわいい。かわいい。これ欲しいね。しかもこれさ、一個ずつ違うんやね。本当だ、形が違う。見て、ここ浮き輪だよ。かわいい。かわいいね。見て、ブクブクなった。大人でも楽しめそうな仕掛けがたくさんあるこのエリア。サプライズでお友達が遊びに来ることもあるんだとか。お隣には It's a Small World ナーサリー。子供にも大人気のアトラクション It's a Small World の世界が広がるこのエリア。生後6ヶ月から3歳までが利用できるベビーケアルームの役割も果たします。なんで？なんか不思議な感覚。なんでこんななるの？すごい。ってことで今15時半になりまして、キャストさんの避難訓練が始まりましたので、一旦ここは閉まります。はい。次はね、4時半から約1時間ユースアクティビティのこのオープンハウスと登録があるんで、この時間にまた帰ってきたいと思います。はい。なんか思ってたより押し押しです。そう、全然何もできてない。ここから降りよう。ここから降りる。 May I have your attention, please? The Disney Adventure mandatory guest assembly drill will begin in 5 minutes. Once the alarm sounds, 集合場所でチェックインした後、
私たちはエスカレーター前で待機。なかなか始まりません。人が多く集まり結構暑かったので、水分や扇風機、扇子など持って行った方がいいと思います。Then pull the life jacket over your head and pull the strap behind your back. Next, fasten the buckle and tighten the waist belt. 今からボートのとこまで行くらしい。他はもうさ、もう解散してたよ。ね、てか勝手に帰ってる人もいたけど、避難訓練はいつの間にか解散。知らないうちにボーディングブリッジが外れていました。16時を過ぎていますが、まだ出港はしないようなので、船内の散策を再開します。こちらもキッズエリアのディズニーオーシャニアクラブ。出港前のオープンハウスはお子様の登録をする方や大人の方も含めて多くの人でごった返していました。対象年齢は3歳から10歳。ディズニーアニメーションの世界でアートやクラフト、ちょっとした運動が楽しめます。こちらにもお友達が遊びに来ることも。オープンハウスで会えたらラッキーです。オーシャニアクラブの中にあるウォルト・ディズニー・イマジニアリングラボには、本当に子供向けかと疑うほど大人でも興味深いものがたくさん展示されています。これはウォルトとミッキーのパートナーズ像。ディズニーランド開園時のスピーチもありました。これはディズニーファンにはたまりません。各エリアのデザイン図みたいになってる。確かにね、これとかタウンスクエアのコンセプトアートみたいな、各ディズニーパークにあるアトラクションのポスターを発見。こちらは香港にあるオービトロン。見て、香港ディズニーのさ、アナと雪の女王のところのアトラクションと、こっちがさ、カリフォルニアアドベンチャーのさ、カーズランドのポスターに入ってる。こういうポスターもあるんや。私ここでやばいものを見つけてしまいました。探検家冒険家学会の SEA の盾。そして横にはオーシャニアクラブの由来にもなった SEA メンバーメアリー・オーシャニア船長の肖像画。これはぶっ刺さり。この肖像画、香港のミスティックマナーでも見れますよね。そんなミスティックマナーからは SEA のメンバーヘンリー・ミスティック卿とアルバートの帽子が展示されています。他にもディズニーパークで人気のアトラクションの模型などが展示され、本当に子供向けですか？これ羨ましい。ここでクラフトやカードゲーム、さまざまな体験を通してディズニーイマジニアたちの想像する世界を楽しめる夢のような空間。見て、ここさ、お子様用のトイレにもにもドリー、ウォーリーで、裏見て、使ってたら上が光るの。ピクサーボールになってる。かわいい。全部、うわっ、すごい。勝手に洗ってくれるの。すごい。キッズエリアはまだまだ続きます。スパイダーマンがメインのマーベルウェブワークショップ。トニー・スタークが出資するワールドワイドエンジニアリングブリゲード、略してウェブ。カリフォルニアアドベンチャーにあるウェブスリンガーと同じ世界観。ディズニーパークとリンクしているのも楽しめるポイント。ピーター・パーカーが発明したウェブシューターや、クモの糸で暴走するカニのような形をしたスパイダーボットも発見。これさ、アメリカのディズニーにある、そうウェブスリンガーのやつ。すごいね。これをかざすと、かざすとこういうレースが見える。あー死んじゃった。そう、パッと見何にもないけどね。すごい。レースになります。アンディのトイボックスでは滑り台やアスレチック、トイストーリーの世界観らしくピンボールやおもちゃなどで遊べます。でも船内がカオスになっております。すごいね。こちらフェアリーテイルホール。ここもキッズエリアですね。アナ雪の要素が強めのプリンセスの世界観。壁にかかっている絵はいろんなプリンセスの絵に変わっていきます。
どのキッズエリアでもお子様用のバンドをかざすと遊べるみたいです。出港前はどのエリアもすごい人、出港後でも大人も入れるオープンハウスは思っていた5倍ぐらい設定されていたので、出港前に無理やり行かなくてもよかったなと思いました。他にもフロアは変わりますが、エッジとバイブといったティーン向けのエリアも、デッキセブンアフトにあるベイマックスをテーマとしたサンフラン東京ストリートにあります。スイッチ、プレステといったテレビゲームやボードゲームなどがあり、落ち着いています。さて、シンガポールといえば TWG の紅茶、なんとアドベンチャー号の船内でいただくことができます。アドベンチャー号限定の美女と野獣コラボの商品もあり、記念に良さそう。通る際に見ると基本的に空いていたので、コラボアイテムがなくなることはなさそうです。高級感ある店内でいただくのもいいですが、テイクアウトはなんと金のカップ。目の前で紅茶を入れる様子を撮らせていただきました。とても特徴的ですごくないですか？ Thank you. TWGT 見てください、テイクアウトしました。この金色のカップね、めちゃめちゃおしゃれ。おしゃれ。ガラスストローになってます。すごっ。開けてみよう。はい。 TWGT って書いてある。すごいフルーティー。何頼むか迷ってたらね、好みとかいろいろ聞いてくれたフね。レーバーの匂いとか、一緒に匂ってお好みのやつを選ばせていただきました。非日常感を味わえるクルーズ。船内ではビンゴ大会の他にも宝石をゲットできる抽選会も開催されていました。こういうのクルーズっぽいよね。この D ラウンジには小さなステージがあり、こういったイベントや別の日にはカラオケ大会もありました。しかも専用のカラオケルームもあり、グループで楽しむにはぴったりのスポットです。同じフロアにはもう一つ紹介しておきたいお店、シンガポールといえばの馬車コーヒー。1910年にモロッコの旧市街で誕生した 100% アラビカ種の高級スペシャリティコーヒーブランド。船内ではアラジンをモチーフにした限定パッケージのコーヒーが販売されています。左と真ん中は粉タイプ、右のアソートはドリップバッグで、中は一般的なパッケージのようです。私たちは記念にアラジンズビッシュコーヒーを購入。なんとここで馬車コーヒーでこのアラジンデザインのコーヒーを買ったら、まさかのアラジンに出会いました。びっくりやったね。見てください、シンガポールの名勝マリーナベイサンズ。まだ私ら観光できてないのにさ、ねえ、もう船の上から見るっていうね、贅沢だな。なんか本当にクルーズ乗ったね。本当だよ、夢だったから。いや、こう改めて船が出港して実感することもあるね。やっぱ外から見るのと乗ってるのとは違うね。違うね。まだね、ワンフロアしか行けてないです。この後19時のショーをちょっと見たいなって思ってるから、はい。そこまでまた散策していきましょう。はい、なんかキャラクターとかに出会えればいいね。いいね。今7階かなこれ。7階。入れました。どんどん入れていかないと。デッキ5から7、フォワードに広がる船内で最大のメインシアター、ウォルト・ディズニーシアターでは、ディズニーシーズ・ザ・アドベンチャーとリメンバーが鑑賞できます。デッキ7にもエントランスはありますが、通常はデッキ6から入場するので注意してください。ディズニーアニメーション長編3作目ファンタジア。照明の内側にはソーサラーミッキーのイラストが描かれていました。デッキ6シアターのエントランスにあるレリーフには
ファンタジアの場面とともにアニメーション監督ウォルトの姿が刻まれています。意外なことにシアター前のスナックコーナーはドリンク、ポップコーンともに有料でした。初日はディズニーシーズ・アドベンチャーを鑑賞。シアター内は撮影禁止なのでしっかり目に焼き付けてきます。ドリンクを取ってお部屋に戻ってきました。お部屋に戻ったらなんとタオルアートがあります。これは買えるかな。カエルじゃないこれ。すごい凝ってるね。すごいかわいい。いやー、ショーめっちゃ良かったな。シーズ・ザ・アドベンチャー。うん、あれね。生歌なんだね。そう、もう10人、20人ぐらいかな。うん、演者さんおってね、すっごい良かったね。なんかいろんな、うん、作品のキャラクターとか出てくるんだけど、ディズニー、ピクサーとあってうん、出てきて、いやもう生歌でミュージカルチックな感じで、通路までこうバーってそう出てきて、いやすごいと思って、やっぱりでも一番はプリンセスと魔法のキス。ミュージカルっていうかね、うんニューオーリンズがやっぱいいよね。やっぱああいうシアター系でミュージカルといったら、もうステージはもうティアナのものと言っても過言ではないよ。もう絶対乗る人はプリンセスと魔法のキス見ていった方がいいと思います。やっぱ椅子登って歌うね。そうだね、もう大体ね。ね、ネタバレなんかヘラクレス出てきたのちょっとうわ鳥ちょっとだ肌ものやったね。うわヘレカレスの歌をゴーザディスタンスをこのメンバーで歌うのか。余裕があったらもう一回見たいかな。見たい、本当に見たい。おすすめは通路より後ろやとモニターがね、うん全部こう見えるから俯瞰で見えるから、うん、 1回はそこで見て2回目は前の方でもいいかもね。手前のうん、通路側もおすすめかも。ということでこの後ですね、はい、晩ご飯20時30分から晩ご飯。今日のレストランはピクサーレストラン。おお、うわすごい。やってる？ Going for dinner? Yes? Yes, it's on by elevator. エレベーター。すごい。エレベーターホールには長い列が。少し時間が遅れてのスタート。ピクサーマーケットレストランには受付が2カ所あり、テーブルナンバーによって分かれます。私たちはインサイドヘッドの方からデッキ17のアフト、船の後ろ側に位置し、レストランは中でつながっていました。すごい、メンバーミーに入りました。ココですね。ココですね。うわー、すごいよ。短編のこの映画の前にポーズがある。やる短編のやつもいっぱいある。わ、どこのエリアなんでしょうね。お、どこだ？私たちが案内されたエリアはなんとカーズ。めっちゃ可愛い。ピストンカップやルート66、大の子のスポンサー看板まで、ライトや絨毯までにもこだわり抜いた最高の空間です。ピクサーマーケットレストランは夜になるとローテーションダイニングに含まれ、テーブルサービスとなります。コースメニューから好きなものを好きなだけ注文できます。現時点では日本語メニューはなく英語のみ。あらかじめアプリでメニューを表示できるため、目を通してから行くとスムーズです。テーブルメイトの方とパンをシェアしながら、私たちは2人でスモールプレートから3品、アントレから3品注文しました。結構頼みすぎたのでデザートはなしです。朝とお昼もビュッフェで開放されているこのレストラン、どの作品も素敵な空間だったので、この公開中に何度か利用しました。ローテーションダイニングではテーブルエリアが選べないので、作品ごとのバウンドをするのは難しそうです。するとしたら朝か昼ですね。2日目の朝もこちらのレストランを利用したので、作品ごとの装飾に興味のある方はぜひ2日目の動画もご覧ください。ディナーを急いで食べ向かった先はショップ。初日は21時30分にオープンしました。この時点でローテーションダイニングの時間をミスったかなとも思いました。メインショップはデッキ5ミッドにあるワールド・オブ・ディズニー。ディズニークルーズやアドベンチャー号限定のグッズが販売されています。ローテーションダイニングはテーブルサービスのため、
20時30分から22時頃までかかりました。欲しいグッズがあったため売り切れが心配でしたが、22時に入店してなんとか購入できました。他にもワールド・オブ・ディズニー・トゥーやダッフィーの商品を取り扱うショップもあります。私たちは初日並ばずに入れましたが、今後予約が必要な場合があるという案内もありました。実店舗の他にも船内に飾られている絵が購入できるザ・アート・オブ・ディズニー・オン・デマンドも。船内の絵が買えるなんて夢のようですね。ピクサーマーケットレストランで夕食を食べた後に、今日夜の9時半にオープンだったワールド・オブ・ディズニーというショップでお買い物をしてきました。いくらだったかな、覚えてないな。本当にいくらだった？発表します。はい。総額430ドルぐらい。およそ7万円です。嘘や。そんな買ってないよ。本当に買ってない。そんな買ってない。はい、紹介します。はい。ちなみにワールド・オブ・ディズニーっていうショップなんですけど、2つ通路を挟んで2つに分かれてて、お会計別になります。で、置いてる商品ほとんど一緒やけどちょっとだけ違ったり、在庫がこっちにはあるけどこっちにはなかったりとか、そういうことがあるので、2箇所行くのがおすすめです。それではまず袋ですね。せっかくなので着てみました。このサイズ S サイズです。155センチです。で S はこんな感じ。もう一個 XS サイズもあります。結構なんか奥からも出してくれてる。続きまして、はい、こちらですね。アドベンチャー号のカチューシャです。裏は特に何もないんですけれども、この表のね、右側にアドベンチャーという文字と、左側に船尾にいるキャプテンミッキー・ミニーさんがいます。チャオの今のこのスタイルで2万円です。あらまあ、結構いってますね。結構いってます。はい。これ見て、もうこれは日本人には馴染みのあります。センスでございます。この柄ね、特にアドベンチャー号とかは書いてないんだけど、今回のこのね、模様が模してあるセンスです。ここにアドベンチャーと書いてありました。エコバッグです。はい、こちらはトートバッグになってますね。はい。シップのイラストと、このね、後ろにキャッスルが描かれています。はい。エコバッグなんか何個あってもええからね。そうやね。そう。赤こちらです。ちょっと待ってよ。はい。あ、これはシンガポールの。マリーナベイサンズとかシンガポールの名所を背景にアドベンチャーらしいよね。ほんまにこの通りやもんね。なんか止まっとる姿がさ。で、裏面はその同じ柄の総柄になってます。いいね。この船首から見た。いいよね。そうやっぱりさ、船の形が特徴的だから、なんかこれがあるとちょっと嬉しいね。確かにね。いいですね。いいお買い物が続いております。ありがとうございます。これもなんか醤油差しみたいな小鉢が4つ、4色セットになっております。で、デザインは、これね、中にこうやって書いてある。ということで、今回買いました小物はこちらの4点。はい。楽しみにしていたファンネルのブラインドフィギュア、アドベンチャー号を狙っていましたが、まさかの2人ともデスティニー号。なかなかの金額しましたよ。これ仲良すぎやろ。1日目の締めくくりはガーデンステージ前で行われるミッキーズカラースピンダンスパーティー。ミッキーフレンズとゲストが一緒になり、ダンスを踊りながら盛り上がります。夜遅くまで盛り上がる船内。こちらのガーデンに面したお部屋、防音扉であらかた音はシャットダウンできますが、完全ではなく重低音は結構響きます。早めに休みたい方、静かにゆっくりされたい方は他のお部屋を検討した方がいいかもしれないです。私たちにはメリットの方が多く、結果的にこのお部屋にしてよかったと思いました。この音には慣れてきます。